はい、こんにちは。今日はね、ゼロから始めるプリミティア生活やっていきたいと思います。前回新しい島にたどり着いたので、ここでニューゲーム相当の状態で始めていくってな感じで、まあ強くてニューゲームってな状態に近いんだけど、このゲームはレベルとかがないのでキャラクターの強さを持ち越すことはできません。じゃあ何が強いのかというと、このゲームを2年以上やってるつよつよプレイヤーの私。まあとにかく行ってみましょう。まず前回入手した超絶新兵器のロケットエンジンは燃料がないと使い物にならないので、ここに置いていきます。これでニューゲーム相当の状態ですね。で、今回の目的の一つとしては、大型のアップデートが入ったことで新しく増えるであろう新規プレイヤーさんの参考になればってな思惑もあったんだけど、これね、いざ動画作り始めたらとても動画1本にまとめることができなかったので、まあ逆にいつもの動画はこういうことをやるためにはこうやってみたいなのをやってるし、今回はちょっと趣向を変えて私のプレイ動画を流しながらゲームそのものの紹介をしていくスタイルでいってみます。で、まずこのゲームがどんなゲームなのかというと、大雑把にサンドボックスゲームって呼ばれるジャンルで、砂場が用意されてて自由に遊ぶみたいなスタイルのゲームですね。で、多分パッと見の風景が似てるせいだと思うんだけど、よくマインクラフトっぽいって言われるみたいです。まあジャンル的には間違ってないと思うんだけど、ただ私はマインクラフトは少ししか触ったことがないんだけど、一番大きく違うのは実際に自分の手で操作して部品を組み立てて物を作るってところじゃないかな。材料とかもこれこれ揃えればこれが作れるってわけじゃなくって、実際に揃えた材料で自分で実際に組み立てる操作が必要です。部品の大きさとかも自分で自由に作って、手を動かして角度とか接合位置とかを決めてくっつけるみたいな感じで、とにかく作れるものの自由度が高いってところですね。で、このゲームは VR 専用のゲームで、この手とかを動かす動作は VR 機器で実際に手を動かしてます。これ慣れない頃はリアルでパソコンぶん殴ったり蛍光灯ぶん殴ったりしてたんだけど少なくとも両手を十分に広げるスペースプラスアルファくらいは確保しといた方がいいですね。そうしないとちょっと踏み込んでぶん殴ったりした時にパソコンをぶん殴ったりすることになるんでね。まあこのゲームを始めた頃は VR ゲームが初めてだったので、最初30分くらいで疲れてたんだけど、1週間くらい経った頃にはいつの間にか2時間経ってたりするくらい慣れてたので、まあ慣れるまでの個人差とかはあると思うんだけど、疲れたら休憩したりしながら慣れていくといいと思います。ちなみに対応してる VR 機器は複数種あるんだけど、私はオキュラス3を使ってます。
このゲームは早期アクセスゲームっていう形で販売されてて、まだ開発中ってスタンスになってるんだけど、ちょいちょいアップデートが入って、アップデートが入るたびに遊べる要素が増えるので、なかなか飽きないですね。それはそうと、さっきから主に戦ってるシーンばっかり出てるんだけど、戦うゲームなのかというと、そういうわけではないです。どっちかというと、素材を集めるために戦う節もあるし、敵そのものを素材として扱うこともできたりします。少し前のアップデートで敵が増えたりして、それ以前と比べると戦う楽しみが増えてはいるんだけど、倒すためにガチ攻略をするというよりかは、私の場合は何々を倒すためのロマン武器みたいなのを作って遊んでますね。とはいえ、なんか強い敵が実装されるっていう不穏な空気も漂ってるので、それはそれで怖いというか楽しみというか、まあそんな感じで敵を倒しつつ資材を集めていってるんだけど、新しい資材で新しい武器を作ったりしてどんどん強くするってことも可能です。ちなみに今回の映像では初見のお客さんに分かりやすいように、パッと見で分かりにくいような複雑なことを避けてるんだけど、逆に普段の私ではやらないような身も蓋もない戦いをしてたりもしますねまあそんな感じでサクサク進めていってるんだけど、途中で気づいたのが、この島リスポーン地点がない。リスポーン地点はゲームオーバーになった後で体力満タンで復活できる装置で、正式名称は古代の蘇生装置で、それがあると何回でも生き返りができます。リゼロと違って時間は戻らないので普通に復活ですねスタート地点には必ずあるので、これから始める方は気にしなくて大丈夫なんだけど、これがないのでむしろハードモードじゃないかこれまあ私くらいのつよつよプレイヤーがそんな簡単に死ぬわけが、まあ私くらいのつよつよプレイヤーだとこまめにセーブしてるわけだがまあうっかりやられちゃうことくらいはあるんだけど、敵のビームは100ダメージなので慣れてくると何発までは耐えれるってな計算ができるので、やばくなったら防御に専念しつつ一時撤退するのが得策ですね。小麦は焼いたらパンになったり、スライムも焼いたスライムにすると回復量が上がったりするので、こういうのを使って回復しながら戦うといいです。あれ？火が消えない。なんかおかしいな。はい、ちょっとね、公式ディスコードのバグ報告用のスレッドに書いてきたので、そのうち治るんじゃないかな実は今回基本的な動きにバグがないかみたいなデバッグみたいなことも目的にしてたんだよね。公式ディスコードに入ると他のプレイヤーが見つけた小ネタとかを共有できたり、質問すると誰か答えてくれたりするので、おすすめはしときたいんだけど、これね、自分で試行錯誤するのが楽しいって気持ちもわかるので、まあ怒
好みで大丈夫だと思います。私もね、最初何もわからないところから始めたんだけど、自分で何かを発見するってのは結構楽しいんでね。まあそんな雑談をしながらね、目的の一つとして単純に資材集めってのもあったので、主に重要な資材である電池とモーターをこの島にある分全部確保しました。で、ここまでで実際のプレイ時間で約2時間。この島はそんなに広くないのに風力発電機が7つもあったんだけど、地形とかはランダムなので運次第で集めやすいアイテム、集めにくいアイテムとかが出てきます。例えばこの島は噴気口がないので硫黄が手に入らなかったり、雪原がないので氷が手に入らなかったりですね。なのでそういうものを求めて旅に出るってのも楽しみの一つです。ちなみにこれね、モーターの数だけで言うとさすがにこの数は運が良かったとはいえ、実質動力源になるモーターかエンジンがあれば乗り物は作れたりするので、あとは工夫次第といったところじゃないかな。あとね、設計図っていう機能があって、これは最近それ専用の動画も出してるので、使い方とかはそちらをご参考いただくとして、材料さえ揃えば公式ディスコードで他のプレイヤーが公開してるものを再現できたりします。とりあえず高層建築10メートルユニットを建てとけば簡単な材料で一気に基地っぽくなるのでおすすめです。まあこういう機能もあったりして新しく始めても古参プレイヤーに追いつきやすいってなところもアピールしたいポイントではあるんだけど、何にしてもいろんなことができるゲームなので自分自身のプリミティア生活を探してみるってのもいいんじゃないでしょうか。ということでゼロから始めるプリミティア生活ってな感じで主にゲームの解説などをやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。で、今回の映像だけだと初見の方には結局これで何が作れるのって思われそうなんだけど、普段の動画では主に何かを作ってるので適当に気が向いたものを見ていただけると嬉しいです。ちなみに最近だとこの回から見ていただければその少し前からの話の流れがだいたいわかるように作ってあるのでおすすめです。手動で英語翻訳をつけ始めたのもこの辺で I am trying my best to correct the poor English that was automatically translated. So I specially recommend this episode for English speaking people. In addition, the thumbnail with an English title has a manual translation. で、ひとまずここから最近作業してた第三本拠地に戻らないといけないんだけど、今回集めた資材で新しい乗り物を作りたいということで次回は潜水艦やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。